脳科学の原理。最後時間短くなりましたけど、だからもう大体今日の話を聞かれてね、特に技術屋さんとかはこういうのに応用できるんじゃないかなとか、そういうアイデアとかが出てこられたと思うんですけども、僕もずっとそのことを考えていて、もし私たちの魂と物質の根底にある素粒子が同じ形をしているなら、この形を引っ張り出してきて、この形に何か細工することによって共鳴共振のテクノロジーができるだろうというふうにずっと思ってました。それは心の世界と物質の世界を共振させるテクノロジーです。そうすると私たちは宇宙本来が持った、コスモス本来が持った調和のエネルギーをもらえるんじゃないか。そして自然に病気なんかもそのエネルギーが流れ込んできたら、もうどこが悪いにせよ関係なくて一気にそのエネルギーで全体から治してくれるんじゃないか。そういうことをずっと考えてました。それで機械を作りました。その機械をちょっとお見せしましょう。機械をこれか、ちょっと暗いんでこれで。この機械は NC ジェネレーター、3号機なんですけど、今日お話してきた素粒子の幾何学構造をもとに、その幾何学構造でコイルのフレームを作って、いわゆるさっき言った SU1、SU2、SU3、SU4、SU5 っていう対称性構造を全部なんていうかな、コイルで形作って、そのコイルをずっと一筆書きのようにして何回も回して作ったコイルを中に入れて回転させる機械です。そして当然コイルの中には電子を流します。そうすると電子っていうのは原子核に入りたくても入れなくて外にいると思ってください。人間と関係あります。原子核の中に入りたいんだけど入れない。そしてその入れない電子を原子核の形をしたコイルの中を通すという考え方です。つまり電子の世界と原子核の世界の中にある交流をさせるというコンセプトで作ってるこういう機械ですね。これ大体大きさがですね結構でかいんですよ。郵便ポストの二回りでかいぐらい機械だと思ってください。大丈夫でした。で今中でコイルが回ってます。要するにこっちの軸とこっちの軸で2つの軸でぐーっと回って何か不思議な回転のように見えるんですが、そしてその中にまた例のプラトン立体を作ったような何重にもしたコイルを巻いてて、でこの場から非常に不思議な、電磁波かどうかはまだわからないんだけども波動が出現してきます。いわゆる高次元の調和を持った波動が。で僕の頭の中ではこの波動は当然物質を作っているあらゆる原子核に働きかけて、さっき言った SU5 対称性っていうのはもう SU4 ぐらいから対称性がちょっと崩れてるんですね。今の物理学理論でもきっちり入ってなくて大きく崩れ去ってる。それは人間の意識構造が歪んでるからなんですと思ってください。でその歪みを是正するというような働きを持たせようと思って作ってる。つまりここにはきれいな対称性の構造がありますから、この波動を転写というか共振させるわけです。各々の原子核に。でもそれは私たちの意識構造でもありますよ。めんどくさいですが。でちょっと長いからこの辺にしておきますが、でおそらくこういったことがおそらく今から生まれてくる波動技術、つまり精神と物質というものを同じものとみなした時に生まれてくるテクノロジーだと考えてます。こういうことが母体になるだろうと。つまり量とかの世界じゃないんです。この世界は形の世界が重要なんだ。トポロジーということです。そして共鳴させるということが重要になってきます。共振共鳴させるということです。
なんと宇宙の全体構造とですね。そうすればテクノロジーっていうのは多様化しなくて、すっごいシンプルに一つのもので例えばあらゆる病気が治ったり、僕の夢はこの流れからこういうことを起こすことなんですね。あ、ごめんなさい。これは、今やった、NC ジェネレーターで加工した水の実験ですよね。書いてますね。これある大学でやってもらったんですが、微生物の実験をやりました。で、リン酸塩の中に微生物を置いて、栄養を与えないと大体どんどん死滅していくんです、微生物っていうのはね。で、その死滅していく速度というのを比較してやったら、出てますね。144時間ぐらいでもうこのぐらいの差が出てます。これ指数表示ですから、これで100倍ぐらいの差です。つまり微生物の生き残っている数がヌー数のエネルギーをかけた水の方が100倍ぐらいの数多いという意味です。で、時間が経つにつれて差が開いていきますので、ここでは1000倍の差になってますね。つまり微生物の生態エネルギーを付活しているということですね。この形態共鳴のエネルギーが、そういうグラフだと思ってください。で、これはほんの一つの例なんですが、僕の夢はですね、これですね。これはその実験の文章です。ここに書いてるように、ごめんなさい。波動科学の原理と技術っていうので主なものを挙げてきました。これはほとんど多分潜在意識リーディング協会の方々はその実践面でその波動というのを非常に複雑なことを感覚でですね分かってて、それをコントロールする能力というのを体験の中で皆さん持ってらっしゃると思うんですが、基本というのはまず素粒子構造との形態共鳴場を作るという、そしてその働きは必ずエントロピーを下げるということなんです。エントロピーというのは時間と空間の方に人間の意識が向いているために起きていると思ってください。エントロピーというのはどんどん秩序を壊していくということです。エントロピーというのは放っておくとどんどん死に至るという意味なんですけど、で無時間的な場、さっき言った持続的な私たちの内在世界的な方向に流れているエネルギーにその方向を変換しているということなんだよね、この力は。だから病気、体の病気っていうのはこのエントロピーとこちら側をネゲントロピーという言い方をするならば、この揺らぎなんですね。このバランスが壊れてこっちに向かいすぎた時に必ず体に支障が出て、いろんな形で疾病が起こるというふうに考えてもらえばいいです。3番目、物質的な意識を抑制し生命的な調和的な意識へと変えていく。つまりこれは、このエネルギーは意識にも影響を与えるということです。意識にも。だから僕は、自分の宣伝するのもおかしいですけど、最初に皆さんに今日お配りしたパンフレットにも書いてあると思うんですが、サプリメントを作る時に体のサプリメントではなくて精神科医の先生と相談して心に効くサプリメントを作ろうということで、2001年ぐらいにヌーススピリッツというのを作ったんですが、それ全部これが目的です。調和的な意識へと変えていくための。だから隠し味でうちの製品は全部NC ジェネレーター、うちの倉庫の真ん中に NC ジェネレーターがボンと置いてありますから、それでずっと回ってますから、隠し味で全部そういう波動の処理をしています。そして僕の夢がこの4番目のもので、 E イコール MC2 乗を成立させフリーエネルギーを可能にする。これちょっと話しておかなきゃいけないですね。E イコール MC2 乗、これ皆さん男性の方は知ってる方多いかもしれない。女性の方も知ってるかすいません。科学アインシュタインの有名な質量とエネルギーの等価交換の方程式ですね。これエネルギーです。これ質量です。この C というのは高速度、物理学の世界で最も美しいと呼ばれている方程式なんですけど、で
このイコールをね、やはり僕としてはこういうふうに書き直したいわけです。双方向だよっていうふうに。今の世界では質量からエネルギーになる方向は存在してるんです。まあ僕らがどんどん原発でどんどんエネルギー出してるのは全部質量を熱エネルギーに変えてるわけですよね。この方向です。でもこの宇宙にはなぜかこっちがないんですよ。純粋なエネルギーから質量を作るということが、まあ素粒子の小さな最初の世界ぐらいではあるんだけど、大きな塊の物質という質量まで作ってくることができない。なんでって話でしょ。なぜなら宇宙ってこんなに物質に満ちてるじゃないですか。で科学者はこれわからない。どうやってエネルギーが質量になって実験したってできないんだもん。ここです問題は。これが僕が一番最初に話したことです。こっちの世界は想像なんです。こっちの世界は時間と空間の世界なんです。で想像の世界は霊なんです。つまり霊的な認識、霊的な思考、最初に言った神の知性というものが出現して、そこに先ほどお話ししたような形を作っていくんですよ。それが素粒子になってやがて質量を持つようになっていくということなの。もしこれができるようになったら、ここの往復が無限にできますから、砂時計の砂時計、例えば3分計っていう砂時計があったら、この砂時計ってひっくり返せば何分でも測れるわけですよね。ということはエネルギーの双方向を見出せば、ひっくり返せば無限のエネルギーになるということなんです。いくらでもちょっとした質量からエネルギーが取り出せる。これはフリーエネルギー。ヌースが考えるフリーエネルギーの原理だから、フリーエネルギーって呼ばれているものは無限に自由にただのエネルギーを作り出すためには、この私たちの意識の覚醒が不可欠だというふうに思っています。でそれを2039年ぐらいまでに作り出すというのがヌースの夢ということになるでしょう。ということでちょうど、あっという間に2時間3時半になりましたので、ここからは、質問タイムということで、ちょっと濃密ないろいろな話が出てきたんでですね、まとめづらいかもしれませんが、まあ、ご意見なりご感想があれば、質問等があればお受けしたいと思います。どなたか、はい、どうぞ。意識の蓋を開けるきっかけって何ですかね。あ、わかりました。僕の場合はやっぱりその予期せぬチャネリング現象が起こったからこういうことをやっているんで、偉そうなこと言えないんですよ。こうやったら意識が開きますよとかね。僕はだからなんていうかな、仕方なくやってきたそれが正直なところだと思います。そういう経験をして自分でなんで自分がこんなに巻き込まれてなんで生きてるんだろうとかいろんなことを考えながら、自分の中でこの問題を解決しないと死にそうだった。いや、本当に冗談抜きでもう価値が何が何だか分からなくなって、本当に人間が何のために生きてるのか、もしその人間の奥深いところにそういう自分が見たような世界があるとするならば、その世界をやっぱ探求しないともうどうしようもないというか、宙ぶらりん状態になって社会でも通用しないからですね。だからそういった意味でも死に物狂いでそれを追求してきたということなんで、皆さんそれぞれの生活があって、それぞれの意識があって、それぞれの生き方をされているわけですから、その意識の蓋を開ける一般論というのはないと思うんですよね。ただ僕
僕の生活に関して言うならば、僕はどん底まで行ったっていうか、本当に地獄の底までそのチャネリングが入ってくる、なんで入ってきたのかっていうのは、そのどん底まで行ったからかなと。もう鍋の底を突き抜けたんだなと。でそこでなんか自分の腹黒いものとか暗黒面を全部見せられるような経験でもしない限り、自分の意識の蓋は開かなかった。そういう感じがあります。だからどん底まで行ってください。まあ今のは冗談ですけどね、でもやはりその苦しさというものをから逃れる意識では意識の蓋は開かないんですね。それをしっかり自分で受け入れる、それを認めて受け入れる場所からしか始まらないと思います。それから逃げていたら、せっかく意識の蓋が開くチャンスを逃しているようなもの、一般的にはそういうことぐらいしか僕はちょっと言えないかな。はい、日本人の存在について。ああ、おこすと情報は、まあ、名前がおこすとっていうわけですから、ひらがなで書くと分かるんですけど、かわいいですねこれ。お菓子の名前でもみたいな感じなんだけど、まあ、ひらがなで書くと日本の古い神々の匂いを漂わせてますね、おこすと。で実際に今日は古神道の話とかしませんでしたが、おこすとっていうのは古神道のこととか聞くと即座に答えてくるんですね。で物理学とか現代物理とか、まあ、西洋の神秘主義とかのことをカバラとかを聞いても、しばらくお待ちくださいっていうふうに電話の交換手のような間を持たせられるっていう存在だったんだけど、そういった意味で、まあ、当時からこれは日本の現精神と何か関係ある意識体なんだなと思ってたんです。でオコストが言うには、日本語、日本人、日本民族という言い方よりも日本語の精神という言い方をするんですが、日本民族とはまず金であるという言い方をするんですね。そしてこの日本民族というのの定義が日本語の精神という言い方をします。日本語が持っている50音というか言霊の世界ですね。実はこれが宇宙で最初に生み出された精神だというふうに言っています。最初の精神だと。そしてこの精神からさまざまな民族の精神が生まれていったという言い方をしているんですね。そして毎回毎回このさっき6500年ごとに幅の世界から奥行きの世界へ、つまり私たちの物質的な意識から精神的な意識へと意識を切り替える働きがあるんですが、それを行っていくのは必ずこれだと言っています。最初の精神である金の力がそれを行っていく。つまり私たち、分かりやすい言い方するならば日本人が行っていく。で面白い言い方でさ、この間ネットにも書いたんだけど、2013年以降オコストは侍が現れてくるって言うんだよね。侍たちが現れてきます。最初ひっくり返りましたよ。冥王星の意識体から侍ってなんだみたいな話なんですが、で早速僕その侍っていう言葉を調べたんですよね。オコストなんか笑わせようと思ってそんなこと言ってるんじゃないだろうと。ただね、やはり日本の古代の言葉なんですよ、侍って。サブラウっていうのから来てる。でサブラウっていうのは、守るという意味なんですよね。だから侍っていうのはもともとは守り人という意味があった。だから多分オコストが言いたかったのは、このずっと続いてきている人間の中に眠っている霊性の力を今危機に瀕しているということなんです。この霊性がそれを守る者たちが2013年以降日本から現れてくるって言ってる。そしてその侍たちの運動というか動きは全世界に広がっていくと言ってますね。
そしてこの霊性を地球上に全てまた復活させて、そして地球という世界を変換期へと持っていくと言っています。変換期というのはさっき言った6500年ごとに目覚める霊の世界の方です。すると人間は人間という存在から人という存在に進化していくと言っています。二つで一人という意味です。これは別の字を当てれば霊的な人間、霊人のことでしょうね。お骨は人と呼んでます。そして人の時代がやってきますと言ってますね。この世界には死はありません。それが6500年ごとに、入れ替わりながら物質をどんどんふくよかにしていっている。つまり霊が進化するたびに物質世界がふくよかになっていくんです。その進化の痕跡を残していくんです。そしてその進化していく旅の最終的な観察精神の表現が人種や民族だと言っています。だから今の科学のようになんかアフリカのどこからミトコンドリアイブ元の原種となる人間が猿から進化して生まれて、そしてそこから人種が分かれてきたとかいうような考え方は一切ありません。そこにはおそらく今の科学の考え方はこの幅の世界で世界を統一した見方ですね。時間というのがずっと137億年流れてきたっていうこの流れ、これは精神の死骸だと言ってますね。精神が死骸です。私たちがそのリニアルに時間と思っているものは、時間はこうやって波動を作ってるんですよ。大きな陰陽陰陽陰陽。そしてその時は霊が眠ったり起きたり眠ったり起きたりして霊的な生命が生命活動を行い、そして物質をどんどん木の年輪のようにしてふくよかに創造してきてるっていう、こういう考え方です。でそのきっかけを今から作るのが日本人って言ってるから気分悪くないですよねだからこの対比ちょっと長くなっちゃう、対比としてね、ユダヤの精神っていうのを起こすはいつも問題視していて、これは正反対みたいなんですよね。宇宙的男と女のような関係にあるようなイメージなんですが、ユダヤの特に一神教的精神のこと、もしくはそれが生み出してきた今までの宗教の一神教のノリだとか、科学もそういった意味では宗教ですよね。物質教というそういうユダヤ的な精神の世界っていうのの現れが鉄だと言ってます。金属として現れる鉄で、鉄っていうのは面白いですよね。字を書くと金を失うと書くんですね。で日本人は金、ユダヤ民族は鉄だと言ってるわけですから、ユダヤ的な価値観というのは今の世の中すごいですよね。ユダヤ人が作ったシステム、経済システムは全部そうですよ。証券、それから銀行、保険、全部ユダヤ人たちが考えたものです。でそういったものが一番価値あるもののようにして今の社会を覆っているわけですよね。でこのベースにあるのは全部貨幣でしょ。でユダヤ人のベンジャミン・フランクリンは「タイム・イズ・マネー」って言ってますよね。時は金なりって言ってる。僕たち理由わからないんだけど、時間とともにお金って増えるんですよ。利子とかついちゃって、なんでっていう話じゃないですか。つまり時間とお金は仲良しなんですよ。わかりますね。だからある意味お金というものは、時間と共鳴というか共振してるんで精神の死骸なんですよ。でも本質は精神にあって、お金ってつい最近までは金本位制だったですよね。1970年88年ぐらいかな。なぜか金が価値の支えるものだった。それが精神の方ですよね。人間は分かってんだ、多分無意識で本能で。だから金本位制にして各
国の通貨というものの価値を定めていた。で今はその紙幣だけが、精神の死骸だけが支配する世界になっているということで、これをユダヤの精神で確執と呼ぶんです。オゴストは鉄の力なんですけど、でユダヤの精神とか言った時に僕らはついてユダヤ人を思い浮かべてるんちゃうんですが、そうではなくて、このユダヤの精神に全人類が今使っているって言ってる。だから僕らも全部日本人でありながらユダヤの精神になってる。だって街の真ん中行ったらもう銀行とか商社が昔の大聖堂のような大きなビル建ててさ、そこに毎日のようにこう参っている人たちもたくさんいるわけだから、貨幣教になってるわけだよね、今の社会っていうのは。それは悪いとは言わない。今まではその流れで良かったんです。2012年まではそうやって人間は進化してきた。でもこれからは方向性が変わりますよって話をオゴストはしている。で精神をこの鉄の力から、鉄の力もそれを願ってるんですが、いかんせん鉄は金を失ってるもんだから、そっちに向かう力を持ってないんです。でその力を与えるものが金ですから、日本人が、私たちが日本語の中に眠っている霊性をもとに新しい哲学を作り上げて世界に訴えていかないといけない。でおそらくこういう仕事を今している人たち、こういうと言ってどういうっていう話もあるんだけど、僕も仲間ですが、そういう目に見えない世界に対して非常に関心を持って、そしてそれを少しでもいいから社会に主張し還元していこうとしているような精神を持っている人たちが実は金ですよ。いろいろいらっしゃるでしょうが錆びた金は錆びないんですがでも原石としては金鉱を多分持っているわけで、その力となっていく形で僕らそのぐらいのやっぱりビジョンを持ってねやっていかなくちゃいけないと思う。そっちの方が楽しいですよ、夢があって。で人間は変わっていけるんだと、人間は全く違った生き物になれるんだっていう、今の科学で全部教育で全部科学の知識でちっちゃい頃から教えるもんだから、人間をものすごく相性なものにしているの。本当の人間っていうのは無限の可能性を持ってる。ここでいう無限の可能性っていうのは神になる可能性を持ってる。そのぐらいの大きなビジョンでいいじゃないですか。だって思考にはさ制限なくて、なんで自らの思考を考えることまでなんか縮こまって常識にとらわれてやるんですか。頭の中自由じゃないですか。自由に広げましょうよ、イマジネーションを。そしてなんていうか、自分に限界点ぐらいの想像力を持って新しいイメージを作っていく。ただしこれが暴走すると著しって言われますから僕も何回か言われてきたんですが、でもそれは今の既存の近代が作り上げた知識なんかもしっかり抑えながら、それをもとに練って考え抜いていくっていう中でヌーソロジーはできてきてるんですね。でももうこの想像力っていうのはもう人間に与えられた本当の大きな財産だから、資本とか言って経済学者は労働資本だとか土地資本だとかなんかいろんなこと言うんだけど、違う。本当の資本は人間の夢ですよ。この夢とかいうものが全然資本に入らない。おかしいでしょ。単に物とか土地とか貨幣とか、違う。そんなものがあったって世界は変わらないし動かないですよ。全部元は人間の夢が変えてきてるんだから。だからこれを失っちゃいけない。そして今からの世界はこの人間が新しい夢をビジョンを作って違う世界を作っていくんですよ。私たちが霊人になって本当に何て言うのかな、今聞けばちょっと絵空事に思えるかもしれないけど、今日の話の流れをずっともう一回反省してください。これは決してむちゃくちゃなフィクションじゃない。むちゃくちゃなフィクションじゃないんです。本当に何かつながっているものがあって、そしてそれが今帯同しだしているということですね。ちょっと質問の時間が潰れちゃいましたけど、僕はついついなんかすいません。すみません。冥王星も同じような仕組みでやっぱり進化したんですか？同じような仕組みというのは何？
そうですね、太陽系の話ちょっと今日はできませんでしたけど、似ています。とても似ています。はい、天王星、海王星、冥王星って出てきたものの元はそういう感じですね。6500年の運動だと思います。はい。他の星もそうなんですね。進化する。他の星というのは太陽系の中の惑星ですか？銀河系というか。太陽系と銀河系という関係はまたちょっと違いますね。今はやっぱり僕ら科学に毒されてるんで、遠くにあるもういっぱい無数太陽系があると思って、そこから宇宙人が来てるとか思ってるんですが、マクロ宇宙はそういうふうにはなってません。別は次元が違う。実はロケットでずっと飛んでいっても届かない世界なんです。はい、届きません。いけません、他の恒星には。というふうにお骨は言ってます。つまり星々の世界というのは古代人たちが考えてたように私たちの霊なんです。星は。それは今はメルヘンとかファンタジーでしかみんな聞かないですけど、ヌーソロジーはそれを科学的に説明していきます。次元構造を見せながらですね。そういうところがちょっと今までのオカルティズムとかとヌーソロジーがちょっと違うと思うんですけど、それだけに可能性がある。人間の世界観を激変させるですねと思ってます。どうぞ。はい、どうぞ。私たちが見た奥行きの過去にこれから私たちが目指す素晴らしい社会がかつてあったってことです。そういった意味では過去は永遠、もう要するにこの奥行きっていうのは物理学で言えば137億光年あるんですよ。つまりここには今までアカシックですよね、言うなれば。いわゆるその記憶が全部眠ってますから、深く入れば入るほどその今言われた私たちの素晴らしい過去の記憶も眠ってますよ。はい。それを繰り返してるってことで。繰り返し、私たちがそこにまた新しい歴史を加えるっていうことですよね。加えていく。マイナーな歴史を繰り返しながら。はい、そうです。そうなってます。はい。ここありますか。じゃあ、今日はありがとうございます。最後に詩を読んで終わります。アカデミーや僕がやっているヌーソロジーのサイトなんですが、そこで紹介しているやがて生まれてくる新しい人類に向けて書いた詩です。未知なる子供たちというやつですね。いきます。未知なる子供たち。未知なる子供たちを育てていくこと、これがヌーソロジーの作業目的である。この目的の成就のためには空間を見る視力を養うことが必要だ。空間はその不可視性のゆえに長い間僕らの思考の対象とはならなかった。しかし20世紀の哲学が存在者から存在へとその思考の歩みを進めたように、僕らは今見る対象を物質見えるものから空間見えないものへと転換する時期に来ている。空間は精神の海だ。無意識の場所とも呼べるこの海の中には神々たちの思考物が渦巻いている。それを見るためには僕ら自身が時の神トートとなって時計の針を止めなければならない。時計には歴史という神霊が取り付いており、その歴史の中には幾多のゴーストたちが人間を食料として生息している。思考を停止させる宗教、言葉を劣化させる哲学、知覚を麻痺させる科学、そして良心を殺戮する政治。これら人間を人間たらしめてきたアンシャンレジームの檻から抜け出すためにも、僕らはこの止まった時計の名のもとに思考を高速度へと加速する必要があるのだ。この永遠の層の名のもとに現れてくるもの、それが新しいブレイン、新しいボディ、そして新しいソウルを持った未知なる子供たちである。今日はどうもありがとうございました。